はい、こちらは2020年に交配した私の自作バラです。お母さんがミステリウスで、お父さんはガブリエルです。一つの花枝にいくつもつぼみがついています。お花を近づけますと、柑橘系ではないフルーツのとってもいい香りがしています。花びら一枚一枚の濃淡も何とも言えず美しいと思います。あやめの花のような印象を受けました。大きくなったら渋い木立のバラになりそうですね。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子はお母さんがコンテュ・ドゥ・シャンパーニュで、お父さんがわからなくなってしまった子です。全体像としてはこんな感じです。面白いカップ咲きですね。お花を近づけますと、かすかにティーの香りがあるようです。お色もポップで面白いと思います。そしてこの子は大病性もありそうな予感がします。この先楽しみですね。それからこちらの昨日咲いた面白いカップ咲きの子も完璧に面白いカップ咲きを保っていました。コントゥ・ドゥ・シャンパーニュがお母さんの子です。すごいですね。昨夜の大雨で散ってしまってるかなとも思っていたし、それから時間が経ったらベタっとした平咲きになっちゃうのかなと思っていたので驚きました。一重でも完璧なカップ咲きなんですね。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフームで、お父さんは香り飾りです。お花を近づけますと、少しブルーの入った甘酸っぱいいい香りがしています。全体像としてはこんな感じです。黒点病も出ていますが、花つきがとてもいいバラですね。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。かなりしだれて咲いていますね。で、この子は両親がわからない状態です。お花を近づけますと、しっかりとティーの香りを持っています。それとお花も可愛いと思います。大病性も意外とありそうです。両親がわからないのが悔やまれますね。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがミステリウスで、お父さんはローズシナクティフです。お花を近づけますと、ティーと柑橘系のフルーツの爽やかな香りがしています。全体像としてはこんな感じです。葉も綺麗に保っているようです。赤い一重のバラがよく生まれるのですが、有性遺伝なんですかね。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフームで、お父さんはミステリウスです。
お花を近づけますと、柑橘系ではないフルーツの香りがわずかにしていると思います。お花もチャーミングです。全体像としてはこんな感じです。お花付きも良さそうでスマートなバラですね。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子も両親がわからなくなってしまっています。この子もなんとなく和風で椿の花のような印象を受けました。お花を近づけますと、柑橘系ではないフルーツの香りがほのかにしていると思います。白のぼかしの入ったようなお花色も素敵だと思います。このお花なんですが、咲き進んだらここまで色が白くなるようです。ちなみにこちらのお花は6月16日に咲いたお花ですので、6日目ですか。お花持ちもいいようです。なので、もしたくさんの花数で咲いたら、お色のグラデーションが楽しめそうなバラですね。はい、こちらも2020年に交配した私のオリジナルのバラで、この子も両親がわからなくなってしまっています。よく生まれがちな一重の赤いバラですね。お花を近づけますとティーの香りがするようです。全体像としてはこんな感じです。お花は一つしか咲いていませんが、葉はそれなりに綺麗に保っているようです。今日咲いた一重の赤いバラを並べてみました。並べてみるとやはり違っているものですね。思ったより似ていなくてびっくりしました最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。